as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my...はい、急に喋ります。今回はですね、私の持っているメガネコレクションをご紹介したいと思います。今着用しているメガネも含めて、全部で11本のメガネをご紹介したいと思います。まずこちらがですね、これはジーンズのメガネケースなんですが、昔はね、表がブルーの裏がシルバーだったり、こういったイラスト付きのもの、はい、いろんな種類がありました。まずはこちらのメガネをご紹介します。これはね、中身ジーンズじゃないんですけど、サイドエフェクトアイプロダクツというブランドのメガネです。もう廃盤になっていると思います。まん丸で可愛いですし、涼しげな印象ですよね。かなりね、透明度が高いメガネだなと思います。そして次がよいしょと、はい、これはジーンズですね。こういったシルバーの、細身のフレームのメガネになってます。はい、すごい知的な印象を与えるのにはこういったメガネがいいんじゃないかなと思います。
可愛いですよね。そして次がはい、こちらもジーンズですね。これもよく使ってます。はい、すごいシンプルなデザインですけども、このべっ甲柄のメガネって一本一本そのべっ甲が入ってる位置が違うので、在庫とかあれば見させてもらって、自分のねなんかこれかわいいなみたいな模様を見つけて、購入するのもおすすめです。そして次がこちらですね。はい、これはですね、昨年購入したんですが、ジーンズホームという、家用のメガネになってます。非常に軽くて、あとここね芯が入ってないんですよ。なのでもうぐにゃぐにゃ曲がります。家で、動画編集とかするときはこのメガネもよく使ってますね。はい、これもねよく使ってます。去年旅行にも持って行きましたし、これ去年ねレンズを新しいのに取り替えたんですが、これはね本当にまん丸のレンズで細くてすごいね可愛いです。はい、なかなかこの丸いメガネでちょっと大きめなものがねちょっと見つけられなくて、なんかおすすめのねまん丸のフレームのメガネブランドがあったら教えてください。そして次に、こちらのゾーンですね、ご紹介したいと思います。こちらは、昨年購入しました、BJ クラシックという、福井県鯖江で作られている、メイドインジャパンのメガネになっております。はい、黒いね、シンプルなメガネかなと思いきや、横がね結構特徴的な、デザインになってます。ここがね細くてここが太いんですよね。あとこの鼻パッドのところがチタンだったかな、見えますかね。はい、ここが金属になってます。すごくね重厚感のあるデザインで、気に入っております。そして次がこちらですね。よいしょと。これはですね、私の大好きなデュパールという、メガネの、ブランドになります。これはねシャンパンカラーですね。レトロな感じの色味をしております。フレームがもう太くて正直ね重いんですよ。長時間つけていると耳が痛くなったりするんですけども、可愛いので、我慢して、着用しております。こちらの黒いモデルを今、私は着用しております。そしてこちらは、モスコットのメガネになります。このメガネケースとかね、このメガネ拭きのデザインも可愛いんですよね。はい、こんなメガネ拭きになってます。これはね結構このべっ甲の色が派手というか、かなりね、インパクトのあるフレームかなと思います。そして次がすいません、11本じゃなくて10本ですね。はい、すごくミスをしました。はい、実はねこれも全く同じケースなんですけど、こちらがですね、よいしょと。はい、こちらも福井県鯖江市のメガネになっております。これもねカラーレンズを入れていて、ちょっと水色うっすらと入っております。すごいね夏とか爽やかな感じですね。これ去年静岡に旅行に行った時も、使ってました。そして今私が着用している、デュパールのメガネですね。はい、先ほどのシャンパンカラーのものと全く同じ、デザインなので本当に色違いなんですけども、これがね一番古いと思います。長く使ってるっていう感じがしない、それぐらい品質の高い、メガネになってます。この後ですね、いつもやっているこのメガネのお手入れ方法を、ご紹介したいと思います。
はい、ここが洗面台で、いつもねここでメガネを洗ってるんですが、はい、このおパンチのタオルここに置きました。可愛いですよね。はい。いつもねメガネを洗う時に使っているのがこちらのメガネのシャンプーですね。はい。もうこのアイテムは大好きで、アメリカに引っ越す時に10本ぐらいまとめ買いをしてですね、アメリカに持ってきました。これは400円もしないと思うんですが、すごいねお安いんですけど、ものすごく便利なアイテムです。で、私はいつも、旅行に行く時も、これをね詰め替えて持っていきます。もうこれがないとねちょっとメガネ生活は、大変なことになってしまいます。はい、それではメガネを洗っていきたいと思います。洗う時は必ずお水でお願いします。まず最初に、水で軽く流して、大きなホコリとかをね、落としてから、これねだいたい6プッシュぐらいと言われてますが、これはね適当でやっております。はい。で、今私軽くこすってるんですけども、本来の使い方は、このスプレーをして、しばらく放置してから流すというパターンなんですが、私はねそれではちょっと落ちないので、軽く本当に力を入れてないんですが、軽く、こすり洗いをしております。でもう流します。流す時はもう水流に任せて、ゴシゴシ洗ったりはしないですね。はい。のレンズの裏側、表側、全部水流の力で、泡を落としていきます。拭く時はですね、私いつもメガネ拭きで拭いてますね。水分を、吸い取るように、拭き取っております。そしてですね、このメガネのこの蝶つがいっていうんですかね、この部分にちょっと水がね溜まってしまうので、少しねこう曲げて、この隙間にこのメガネ拭きをこういう感じでこの中のね水分も吸い取ってあげます。はい。それで少しねこう曲げた状態、ここを開いた状態にしてタオルの上に置いて一晩乾かすという、これが私のねルーティンになっております。そして洗面台で使っているアイテムでもう一つおすすめがあるんですが、こちらになります。こちらのアイテムはノバトンという歯磨き粉になってます。これ歯磨き粉なんですよ。見えないですよね。すごいおしゃれです。はい。これはハリウッド初のブランドということで、このサイズのものが3個入りになってます。すごくね持ち運びしやすいので、旅行にもおすすめですし、1個ねお友達にあげるとか、そういった使い方もできると思います。なんかねこれ使うとね、朝の歯磨きタイムとかすごいねテンション上がります。やっぱりこの洗面台のこのゾーンってなんかおしゃれなものでまとめておきたいなと思いますし、私化粧水とか美容液もそうなんですけど、ボトルのデザインがおしゃれだと気持ちも上がるので、パッケージってすごい大事だなって思ってます。How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make
I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. はい、また急に喋ります。最近始めたことをですね、ちょっとお話ししたいなと思うんですが、前回の Vlog で、このメモ帳に2026年の目標を書いたんですけども、その後もですね、何枚かな、6枚ぐらいかな、今思っていることとかをもうねペンでたくさん書いて、なんかこう気持ちを整理するというか発散させるというか、そういうことをしております。今日本ではジャーナリング、日記をつけたり、なんかこう頭をね整理するために紙に書き出したり、そういうのが流行っているようなんですけども、そこまできちんとしたものではないですし、私日付も書いてないんですよ。読み返すことが多分ないだろうなと思って、とりあえずその場思ったことを書いて、もうそれで終わりという、もういつ書いたか別にどうでもいいやと思って日付は書いてないです。はい。あとね、もう自分でもねちょっと読めないぐらい文字が汚い、もう綺麗に書くとかもなくて、とにかく早くなんか忘れないうちに思っていることをたくさん書いて、それで少しこう頭を整理するみたいなことをしております。はい。これがいいことなのかわからないんですが、こういったアナログ的なものを少しやってみたいなって思います。はい。あとね、毎日書くとかそういうふうになんか縛りを設けてしまうと続かないと思うので、なんかこう思った時に、好きなタイミングで書けばいいんじゃないかなって思ってます。はい。あとですね、ここにトレーダー・ジョーズで買ったアイテムがあるんですけど、本当今年入ってからなんですが、プルーンを、食べるようにしてます。だいたい5粒ぐらい。はい。プルーンはなんか抗酸化作用があるということで、私あんまりこう食に対して興味ないというか、食生活もねすごい乱れているんですが、ドライフルーツとかちょっと摂取していこうかなと、41歳なので、はい、こういうこともちょっとね続けてみようかなと思います。これはね、スライスのオレンジです。はい。なんか皆さんもね今年に入って始めたものとかあったら是非教えてください。